放された最弱勇者。ガチャ進化で無双の頂へ。第15話、頼れない存在。畜生、心の隙をつく魔物なんて。ユーマは槍を振るい、偽物の攻撃を吹く。だが力が増したわけ。その腕には痺れるような衝撃が走る。イーナも矢を放つが、相手は以前よりも速く、鋭い動きでかわしてくる。イーナ、落ち着け。わかってる。でも、イーナの頭の中に、懸命の声がこだまする。ユーマは本当にお前を必要としているのか。矢を外した時、心の中で失望しているんじゃないか。それでも一緒にいるのは同情かもしれない。やめろやめて。イーナは叫び、矢を乱射する。だが感情に任せたいは制度を失い、ことごとく惹かれていく。その隙をついて、ミセリーナが一気に詰め寄る。矢を放つ動作ではなく、短剣を抜き、一気に迫った。いいな。ユーマが割って入ろうとするが、偽ユーマが行く手を遮る。完全に分断された。刃が振り下ろされる。イーナは必死に身をひねり、かろうじて頬をかすめる程度でかわした。だがその瞬間、表面に自分の姿が映る。そこに映ったリーナは怯え、涙を浮かべていた。私、こんな顔してるのを、自分の弱さを突きつけられ、心臓が凍りつく。ユーマの叫びとともに、槍が偽ユーマを大きく弾く飛ばす。だが相手はすぐに体勢を立て直した。戦いは膠着し、鏡の空間に金属音と悲鳴が響く。そして、懸命の声はますます鮮明になっていった。イーナもしお前がいなくなっても、ユーマは戦える。ユーマ本当に隣にいるのは仲間か、それとも足かせか。利用されてるだけでは。言葉がナイフのように心を切り裂き、二人の動きをなまらせる。同時に幻霊たちはさらに多くなり、その瞳は赤く怪しく光り始めた。このままじゃ、ユーマは必死に考える。だが答えは見つからない。鏡の中の敵は強くなる一方で、突破口が見えない。その時リーナが矢を放つ手を止め、息を飲んだ。彼女の視線の先に映っていたのは、鏡の中のもう一人のユーマ。だがその幻霊は、冷たく歪んだ笑みを浮かべ、何かを囁くようにリーナを見つめていた。イーナの人は、もうお前を信じていないよ。その言葉が胸を刺し、イーナの指先が震えた。矢は力なく揺れ、彼女の手から静かにこぼれ落ちた。鏡の迷宮は、二人の心を完全に飲み込もうとしていた。こぼれた弓が鏡面に当たり、カランと乾いた音を立てる。その音は、まるで敗北を告げる鐘のように、虚しく響き渡った。もう終わりだな。偽ユーマの声は冷たく、だが妙に優しい響きを帯びていた。彼女は戦えない。お前一人で、俺に勝てるはずがない。ユーマの胸を、怒りと焦りがかきむしる。黙れ。全身の力を込めて槍を振るう。だが、幻霊はさらに力を増し、まるで鉄壁のように立ちふさがる。ユーマ、イーナの震える声が背中に届く。振り返れば、彼女は膝をつき、必死に涙をこたえていた。私やっぱり役に立ててないのかな。それに、利用しようなんて思ってないよ。その言葉に、ユーマの心臓が強く締め付けられた。懸命の声が畳みかける。そうだ、彼女がいなくても、お前は戦える。むしろ彼女の存在が、お前をなまらせている。違う。ユーマは胸の奥で叫んだ。だが、口に出そうとすると、言葉が詰まる。でも、もし本当に、そう思っていたら、もし心の底で、イーナを負担に感じていたら、その一瞬の迷いが、懸命に力を与えた。偽ユーマが一気に距離を詰め、槍を振り下ろす。金属の衝突音。ユーマは必死に受け止めたが、足元が滑り、膝を突きかけた。ダメだ。勝てるわけない。負ける。その時だった。リーナが震える声で、かすれた言葉を発した。私、本当
から落ちている弓を拾おうとかがむが、そのまま膝をついてしまう。ただ隣で戦いたい、それだけだった。その言葉がユーマの胸を貫いた。そうだ、自分もまたイーナを信じきれていなかった。ケンネの言葉に誘導に乗せられ、頼れない存在だと勝手に植え付けられていた。それが彼女を傷つけ、ケンネに力を与えていたのだ。ユーマは大きく息を吸い込み、叫んだ。いいな、俺はお前がいなきゃ勝てない。ケンネの動きが一瞬止まった。俺の槍は鋭いかもしれない。でも届かない場所がある。俺一人じゃ撃ち抜けない敵がいる。だからお前の矢が必要なんだ。イーナの瞳が大きく見開かれる。次の瞬間、彼女の目に再び光が戻った。信じてくれるにゃー。当たり前だ。俺はずっとお前と戦ってきた。二人の声が響いた瞬間、鏡の迷宮がビキビクと音を立ててひび割れた。何？偽ユーマと偽リーナが驚愕の表情を浮かべる。その姿は揺らぎ、赤い瞳の光が弱まっていった。いいな、ユーマ。息を合わせ、ユーマが槍で幻霊を押し返し、イーナが矢をつがえる。幻霊たちも必死に抵抗するが、その動きは乱れ、かつての鋭さを失っていた。いっけー。イーナの矢が放たれる。ユーマの槍の突きと重なり、矢は光を帯び今日の空間を貫いた。高音とともに鏡の壁が砕け散る。無数の破片が宙を舞い、明かりの粒となって消えていく。ケネの二人は驚愕の表情のまま無惨していった。静寂が訪れる。鏡の迷宮は消え、ただ石造りの廊下だけが残っていた。勝ったのか。ユーマは槍を下ろし、肩で息をついた。イーナは矢を握りしめたまま、微笑んだ。でも勝てたのはユーマが私を信じてくれたから。違うよ。イーナが勇気を出して本音を言ってくれたからだよ。二人はしばし見つめ合い、そして小さく笑い合った。胸の奥に言葉では言い表せない温かさが灯っていた。ありがとにゃ。イーナは弓を握りしめたまま微笑んだ。その方はほんのり赤く染まり、ユーマを見つめる目が一瞬泳ぐ。何よ、そんなに見ないでよ。いや、そのユーマは不意をつかれ、返事に詰まる。イーナは慌てて顔を背けた。ユーマはいつもそばで支えてくれる。彼女の胸に小さな鼓動が跳ねる。けれどその思いを言葉にする勇気はまだ持てなかった。それから数日、二人はギルドへ戻った後もいくつものクエストをこなしていった。森での討伐、街道の警護、巨大洞窟の探索、どんな場面でもあの鏡の試練で得た信頼が二人の絆を支えていた。イーナの放つ矢は以前よりも迷いがなくなった。ユーマもまた彼女を守るだけでなく、自然と背中を預けられ
しかたどり着けない場所もある。この広い世界をもっと見てみたいんだ。その言葉には幼い頃から抱いていた夢がにじんでいた。村の外に出たことのない仲間たちに話しても笑われるばかりだったあの夢。けれど今は隣に共に歩く仲間がいる。だからユーマと一緒ならきっと見れる気がするの。怖いけどでもそれ以上に楽しみなんだ。その声は小さくけれど確かに熱を帯びていた。ユーマと同じ炎を見ていると胸の奥が不思議と熱くなる。魔王を倒すなんて無謀だってみんな言うけど、ユーマが本気で行くなら私も弓を放つ。だって私の夢もその先にあるんだから。ユーマは一瞬言葉を失い、そして静かに微笑んだ。ありがとう。いいな、お前がいてくれて本当に心強いよ。イーナは慌てて火に顔を向け尻尾を揺らした。別にユーマのためだけじゃないし、でもいいコンビでいたいのは本当だよ。炎が夜空に舞い上がり二人の影を揺らす。その影はまだ頼りなく小さいけれど確かに同じ方向へと伸びていた。焚き火のパチパチと弾ける音だけが夜の静寂を刻んでいた。続く次回第16話、魔王軍の石膏黒き戦に